皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2025年6月21日にゴリラホール大阪で開催されましたバンドメイドツアー20257公演目となるお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。ゴリラホールでのお給仕は 2days 公演ですので、今回はその2日目 Day1 翌日に開催された Day2 のレポートになります。Day1 のレポートがめちゃくちゃ長くなったのと、いつも同じことばっかりつぶやくのもなんかあれなので、今日は曲のところのつぶやきは角度を変えてお給仕の様子をつぶやくのではなく、曲についてのつぶやきメインにしてみました。ということで改めて Day2 のレポートに入ります。昨日の Day1 はサイちゃんが超ご機嫌で熱くてノリノリなお給仕でした。2days の2日目ということで、さすがに瀬戸りを変える余裕はないはずなので、完全予習済みで挑める試験というか、めちゃくちゃ良かった映画をもう一度見るときみたいな感覚でした。が、少し変えてきましたね。まだまだ私は分かってないですね。それで今回の私のチケットは Day1 の A72 番の約10倍、A715 番となかなか奥ゆかしい番号でした。でもこうやってレポート書いている私にとっては違う角度からレポートできたりするので全然ありなんですよね。それで2日目ということと、正番もあれなので、ゆっくり家を出て物販終わりかけくらいに行こうと思ったのですが、これが後ほど後悔することになります。で、14時くらいに余裕で家を出ますが、この日もいい天気でした。あーちゃんに感謝です。それで現地に着いたのが思ったより早くて、物販開始直後くらいで、結構な物販列ができてました。そこで知り合いのお名手様が、さっきあーちゃんが出てきてゴリラの前で写真撮ってたとか言うじゃないですか。やっぱり早く来ておけばよかったってなりましたね。あーちゃんぜひインスタか何かで上げてもらえるとありがたいです。それで実は今日は買わないでおこうと思っていたご当地 BB シャツですが、インスタに上がったサイちゃんの満足そうな顔を見て、やっぱり購入することにしました。予想通りの黄色でしたね。大当たりのビッグポスターはあーちゃんのサインがいい感じでした。なので当然くじも10枚購入します。くじの結果はステッカーにトレカにキーホルダー6と、これまでにない今回の正版のように奥ゆかしいものでした。でも初めての写真のトレカでミンチョのトレカがあったのでよしとします。購入したご当地 BB シャツに着替えて荷物をコインロッカーに預けて身軽になってお給仕に挑みます。それでいよいよ入場待ちとなりますが、昨日とは全然違う景色です。前に大量のご主人様お嬢様がおられます。715番なので当然なのですが、後ろから見ていると若い方やお嬢様がすごく多くなった印象がありました。ファン層が広がっているようで嬉しいです。それでいよいよ会場時刻となり、じりじり近づいていきまして、20分ほどで会場にたどり着きます。中に入るとさすがにフロアは半分以上待っていて、2階席も最前の柵前は埋まっています。ですので、ミサさん正面くらいのほぼ最高列あたりに位置取りました。昨日は最前上手寄りあたりだったので、今日は違う角度から楽しむ感じになります。入場が遅かったので結構すぐに定刻になって、照明が落とされ SE が流れてきます。大歓声が上がって目の前に広がるご主人様お嬢様の手拍子で視界は埋め尽くされます。そこにメイドさんたちが入場してきて、さらに大きくなる歓声と手拍子が SE が止むと同時に一瞬静かになります。いよいよ始まります。1曲目はやっぱり禅で始まりました。イントロでちゃんとになりますが、後ろから見るとステージとフロアの盛り上がりが同時に感じられて、これも楽しいです。下手側にいるからか、いつもよりミサさんのベースが体に響いてきたように思います。今回はステージから遠いので表情はあまりわかりませんが、昨日に引き続きサイちゃんがノリノリなのは感じ取れました。ただ視界には5人とも入る感じですので、演奏する姿を想像しながらあーちゃんの激しいドラムフィルやミンチのトリッキーなリフやミサさんのバリバリドライブの効いたベースやサイちゃん小畑さんの歌を堪能します。特に2メロのあーちゃんの激しいドラムフィルは何回聴いてもしびれます。それでミンチのギターソロは確か上手の定位置のまま弾いていたように思います。それでラスサビまで来ますが、サビの無駄なものは一つも見つからないのところの最初の無が前の小説の最後から歌うところが私的には大好きなんですよね。この歌い方、サイちゃんというかバンドメイドの特徴的で好きなところです。アウトロで手がたくさん上がっているちゃんとを見ながら一緒にちゃんとして曲終わりの大歓声となります。2曲目はセンスですね。オーケストラ風の冒頭のメロディーの時の緊張感が大好きです。何度も言ってしまってますが、このセンスのミサさんのベースラインが好きすぎて、ミサさんを思いっきり見てしまいます。と言っても、あーちゃんのめちゃくちゃ速いドラムフィルや、ミンチョの早弾きのギターソロや、小畑さんのかっこいいリズムギターや、もちろんサイちゃんのサビの最後のフェイクみたいなところが違うボーカルも全部好きなんですけどね。それでミンチョのギターソロは真ん中のお立ち台で弾いてくれたので、後ろからでもバッチリ拝めましたし、
オーケストラ風のイントロを最後アウトロで自らの演奏で回収する、この構成は本当にすごいと思って聞きました。よくこんなの思いつくなと思うやつです。やっぱりミンチは天才だと思ってます。曲終わりで歓声が上がる中、間髪入れずみたいな感じで3曲目のプロテクト U のうららららららのシンガロングになります。この曲もミサさんのベースが味わい深いですし、ミンチのリフも独特ですし、特に2メロの時のジャンジャンっていうところは、これもよくこんなの思いつくなというやつです。それでこの激しくて速い曲にギターソロです。まさかこんなエモいのが来るとは思わないですし、でも完璧に曲に合ってますし、その後に来る落ちメロへのつなぎとしても完璧です。本当にミンチョだけでなくメイドさんたちの才能を感じます。それでなんといっても歌詞がかっこいいのにアニメにバッチリ合わせてきてますし、このうららららららを入れてきた小畑さんの感性と、唾を飲み込むタイミングすらない状況で歌い切れるサイちゃんの歌唱力、みんなどこまで進化するんだと思いながら、最後はあーちゃんのブラストビートとサイちゃんのうららを堪能して曲終わりとなります。ここで最初の MC になります。騒然とする会場に小畑さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様やってまいりましたっぽー、大阪2公演目ゴリラホールっぽーで大歓声となります。もうこの小畑さんのお帰りなさいませを聞かないとお給仕に帰宅した気にならない体になってます。それで小畑さんの元気いっぱいの昨日に引き続きソールドアウトありがとうございますっぽーにまた大歓声で答えます。小畑さんがめっちゃ手を振って嬉しそうにしてました。それで小畑さんが熱気がすごいっぽ熱いっぽみたいに言った時に、サイちゃんも熱いって本当に熱そうに言って笑いが起こってました。今回私は後方だからか空調が効いていて結構涼しかったんですけどね。で小畑さんがご主人様お嬢様も酸素薄めになってるので気をつけてっぽねみたいに気遣ってくれて、サイちゃんも気をつけてみたいに言ってました。それで小畑さんが健康第一だっぽーみたいに言った時に会場からはーいって声が上がったのがなんか面白かったです。あと小畑さんが曲中でも水飲んでいいっぽーとかも言ってくれます。それで改めて小畑さんの水分もしっかりとって素敵な夜にしましょうぽーから楽しむ準備はできてますかぽーに会場から大歓声で答えて、最高の夜にしましょうぽー、ようこそバンドメイドのお給仕へでさらに大歓声となって次セクションに入ります。MC 明けの4曲目はノーコードでした。私は2022年8月のプレイ US お給仕から帰宅するようになったのですが、今回を含めてフェス込みで47回帰宅しています。その中で実はこのノーゴッドが一番たくさんストーリーに入っている曲なんですよね。ドミネーションやチューズミーやアンリッシュを抑えて41回でダントツです。道理で私も足腰鍛えられたはずです。私がつけている Excel の集計表を見ると、2023年の10thアニバーサリーツアーでは国内海外のワンマンフェスを含めて全ての会場でやった曲はドミネーションとこのノーゴッドの2曲だけでした。もう完全に代表曲ですね。関係ないですが私の妻も好きな曲の一つです。まあ当然私も大好きなわけですが、お給仕でこの曲をやると絶対盛り上がりますし、アコースティックバージョンもありますから全方位 OK の曲と言えると思います。ということで今回も思いっきりジャンプしてちゃんとしてシンガロングして楽しみました。5曲目は Day1 と同じくスクリーミングを入れてきてくれました。今回は準備バッチリで最初から思いっきりちゃんとできました。スクリーミングはスタートオーバーのシングルカップリング曲で、私が初めてバンドメイドを知った2020年に手に入れたシングルで、スタートオーバーは聴いた途端から大好きでしたし気に入っていたのですが、ハードロックではない感じだと思っていました。それで続けて聴いたカップリングのこのスクリーミングが思いっきりハードだったので、やっぱりバンドメイドだと思った記憶があります。ちなみに初回限定生産版についていた DVD がどうしても欲しくて、メルカリでも結構いい値段を出して買ったのを思い出しました。それでこのスクリーミングは何といってもミンチョのリフが最高です。カノンロックのサビを彷彿させるような規則正しいリズムの気持ちよさと、逆にこんな感じの音階が入るのも私的に大好きなんですよね。サイちゃんと小畑さんの掛け合いになったり同期したりするボーカルとか、ミサさんの一見シンプルだけど実は味わい深い複雑なベースラインとか、あーちゃんの独特なリズムで叩くバスドラとか、最後のところの狂ったようなドラムキルとかも当然大好物です。ということであーちゃんの狂ったようなドラムキルを堪能して曲終わりとなって大歓声が上がります。ここでミサさんが前に出てきてベイドラセッション開始です。あーちゃんのドラムも加わります。私的にはこれで8回目に見て聴けるベイドラセッションになるわけですが、何度も聴いているうちにこのセッションの凄さが分かってきました。多分2分もないくらいだと思うのですが、起承転結じゃないですけど、最初はミサさんもあーちゃんもどっしり構えた感じでゆっくり始まるのですが、
途中でショーみたいに少し変化して激しくなって、後半はベースがスラップになったり激しいタム回しになって思いっきり盛り上げて、最後はベースの残音が響いて次の曲につなげるみたいな構成になっています。お給仕でやってくれるのにぴったりのセッションだと思いました。で、その残音に乗せて6曲目となるトワエモアの小畑さんのシャウトが会場に響き渡ります。このトワエモアって私の世代には懐かしい響きなのですが、その私たちの知っているトワエモアとは真逆な感じの曲で、最初に聴いた時に私が思ったのも実はそのギャップ的なものでした。アルバムのエピックナラティブズに収録されている曲たちって結構ポジティブな感じというか明るめの曲が多いように思うのですが、その中で異色の曲だと思いましたね。小畑さんのダークサイドに触れられるような歌詞ですし、曲自体もダークな感じがありつつ、お給仕では盛り上がれる曲になっています。この辺りがバンドメイドのすごいところだと思ってまして、単なる毛色の違う曲じゃなくて計算され尽くした触媒みたいな曲だと感じています。まあ何しろ小畑さんのシャウトが秀逸ですし、サイちゃんの声質にバッチリ合ってる感じのボーカルも味わい深いですし、ミンチョの狂気を感じるようなリフもギターソロも芸術的ですし、リサさんの血を這うようなベースラインも、あーちゃんのラッサビでの狂ったように激しいドラムも秀逸です。前にもつぶやきましたが、バンドメイドの演奏も歌もすごい実力を持っていると証明できる曲だと私は思っています。ということで、アウトロで思いっきりシンガロングして曲終わりとなります。続く7曲目はヘイトです。確か本格的にサイちゃんが作詞した最初の2曲のうちの1つで、当時ものすごく新鮮に受け止めましたね。作詞しないと言っていたサイちゃんが作詞したわけですから、お名手様なら興味津々になります。で、歌詞を見るとめちゃくちゃ攻めてますし、絶対小畑さんなら書かない歌詞という気がしました。不倫した男はサイちゃんからこういう風に思われるので気をつけてくださいって感じです。それで曲も私のイメージとして、バンドメイドの曲って言葉を詰め込んでいる感じなので、あまり伸ばさないというか短く切るイメージがあったのですが、このヘイトはサビで言葉を伸ばすところが目立つので、なんか新鮮に感じました。あと全然関係ないですが、クエスチョンマークはハテと読めることに関係していると聞いたことがあるのですが、本当なんでしょうか。まあそんなどうでもいいことは置いておいて、この曲もめちゃくちゃ浮世映えしますよね。私がものすごく印象的だったのは、横浜アリーナで嵐のような映像をバックにサイちゃんが歌っていた光景で、ヘイトを聞くといつもあの場面が思い浮かんでしまいます。ということで、サイちゃんと一緒にみんなで I Hate You って歌って曲終わりです。ここからはメドレーです。まずはリアルエグジステンスから始まります。このメドレーはサイちゃんも言ってましたが、ご主人様お嬢様からのあの曲をお給仕で聴きたいに入る確率がかなり高いけど、新曲をやったりする都合上でなかなか入れられない曲たちだと感じます。私にとっても一軍の曲たちです。特にこの初っ端のリアルエグジステンスはお給仕で聴けたら嬉しい曲のかなりヒットに来る曲です。 MV も何度見たかわからないくらいですしね。ちょっと失礼な言い方になってしまいますが、若き日のバンドメイドの代表曲のように感じています。サイちゃんの雄たけびが似合う曲でもありますよね。それで次のアフターライフですが、以前紹介した私的トップ10に入っている曲です。しかもこのメドレーではその中でも私が一番好きな落ちサビから小畑さんのシャウトのところをやってくれるという神構成です。シャウトが好きすぎるからか MV のせいなのか、私的にはこの曲は小畑さんの曲のように感じています。以前に聖地巡礼で MV が撮影されたアットホームカフェに行って、あ、ここだここだって感激しながら萌え萌えキュンキュンをどの客よりもうまくやれたのを思い出します。次がアローンですね。これも私的トップ10の中の1曲です。このメドレーではその中でも大好きな認知のギターソロがないのは残念ですが、好きなことには変わりないのでメドレーに入っているのは嬉しいです。なんといってもバンドメイド誌の1ページを切り開いた曲でもありますので外せない感じです。次がフリーダムです。これはギターソロからスタートしますが、この曲はなんといってもやっぱりサビと落ちメロなので、ギターソロから始めるのはさすがとも思いました。お給仕でのフリーダムってイントロとともにみんなが前に出てくるところが最高に盛り上がります。私は経験できていないのですが、ワールドドミネーションが出る以前はこのフリーダムがお給仕での定番曲というか、ここぞという時に入れてくる曲だったのではと思って過去のライブ映像とかを見ていた記憶があります。次がダイスですが、これもギターソロのパートから始めているのが秀逸です。あーちゃんのドラムフィルとミサさんのベースソロ的なベースとミンチョのソロが私的にはダイスのイメージですし、サビも落ちメロも入るというナイスな部分をピックアップしていると思います。このダイスはトップ10に入れたいのに泣く泣く外した曲です。ちなみにこの日のダイスでは小畑さんがミンチョのところに行ってなんかキスするくらいに顔近づけて楽しそうにしてたのがほのぼのしました。次が I Can Live Without You です。この曲もトップ10に入れたかったけど泣く泣く入れなかった曲の一つです。2年前なら確実に入っていました。こ
これぞ日本のハードロックという感じが私的にはしていて、何よりもサイちゃんが外見を気にせずにというと語弊がありますが、本当に全力で歌っている姿勢が大好きなんですね。ギターのリフもベースラインもドラムもコーラスも何もかもかっこいい曲だと思っていて、本当に大好きな曲です。名盤のワールドドミネーションの初っ端を飾る曲としても秀逸で、初めて聴いた時に一気に引き込まれました。次が You です。これも泣く泣くトップ10から外した曲の一つです。私的には Just Bring It の頃によくこんな味わい深いロック曲が作れたなと感心する曲です。お給仕ではシンガロングがあってめちゃくちゃステージと会場が一体化する曲でもありますし、サイちゃんと小畑さんの煽りが目に浮かびます。 You ってめちゃくちゃ好きなお名手様多い感じがしています。次は The Non-Fiction Days ですね。これは私的トップ10に入っている曲です。提供曲の中で一番好きな曲でもあります。多分バンドメイドの全 MV の中で一番見ていると思います。この曲はサイちゃんのボーカルも小本さんのコーラスもミンチョのギターリフもミサさんのベースラインもあーちゃんのドラムも何もかもが大好きですし、実はこのサイちゃんがドアップになる MV が大好きです。この曲については別の動画で思いっきり語っているのでこれくらいにしておきます。最後はマナーズですね。メドレーの締めとしては原点回帰と原点進化をつなぐ曲ということで最適な曲だと思いますし、歌詞がメイドさんたち自身のことなので歌詞を聴いていても感銘を受けます。若い女性が作って演奏して歌える曲とは思えない重厚なロック曲で渋すぎる曲だとも思っています。ということで最後の書き鳴らしがあってメドレー終了となりました。メドレーも進化するかもという話もありましたので、もし本当ならそれも楽しみです。ということでメドレーが終わって17曲目となるシャンブルズです。前回の動画でもつぶやきましたが、この曲は聴けば聴くほど好きになっていった曲です。スルメ曲っていうやつですかね。最初聴いた時はぼんやりとしか感じ取れなかった部分が聴くたびに解像度が上がっていって全体像が把握できてきた感じです。アニメタイアップ曲ということで小畑さんの歌詞もすごいです。小畑ワールドを感じます。今となっては絶対外せない、逆にこの曲の本体みたいになっている最後のサイちゃんのハーはサイちゃんのミスで生まれたとのことですが、サイちゃん持ってるなと思えるエピソードでもありますよね。まあとにかくこの曲はかっこいい曲の代表曲でもあると思っています。ということでこの日は最後サイちゃんのありがとうも聞けて曲終わりとなります。ここで2回目の MC となります。サイちゃんの暑いな大阪の叫びでスタートです。それでサイちゃんが汗まみれの顔で尋常じゃない汗だみたいに言って、小畑さんもサイちゃんお風呂上がりみたいになってますぽーとか言ってましたが、本当に遠くから見ても2人とも汗がすごいのが分かりました。小畑さんもここは真夏だっぽねとか言って、サイちゃんも梅雨じゃなくて夏になっちゃったねとか言ってましたが、本当にこの日は真夏のような感じでした。で、多分フロアの前の方の人が水分を取っていたみたいで、サイちゃんに偉いねとか褒められてましたね。それで水分が大事ということで、小畑さんがお給仕の翌日に水分不足で筋肉痛になったみたいな投稿をよく見るっぽー的なことを言ってましたが、私もだいぶふくらはぎと右腕は筋肉痛になりますね。あとサイちゃんが足はつらないけどねみたいなことを言った時に会場から多分釣りましたって言ったと思うのですが、サイちゃん的には釣れましたって聞こえたようでなんか受けてましたね。で、水分は大事なので2リットルくらい飲めということでした。それで何の話みたいになって、サイちゃんがみんなのことを思ってのことだからねとか言ってくれて歓声が上がります。続けてサイちゃんが最近のお給仕はハードなのでみんなも体力作りをしてついてこないといけないんだよみたいに言って、これまでのお給仕でよく体力作りしてと言っていた伏線を回収してました。本当にその通りだと思いますので、私も体力作りしておきたいと思います。で、サイちゃんが見る方も体力つけないといけないなんてなかなかないよねとか言って、それがバンドメイドの良さなんじゃないでしょうかみたいに叫んで歓声が上がってました。それで確かこの時にミンチョとミサさんとあーちゃんはドラムの椅子のところでくつろいでいたのですが、あーちゃんがステージを離れていくのが見えました。理由はすぐにわかります。小畑さんは上手のお立ち台に座ってましたが、これ可愛いんですよね。で、サイちゃんが話したいことがあるって言ってきます。何かなと思ったら、阪神が昨日負けた、しかも延長戦で負けたみたいなことを言ってきます。まあ大阪のお給仕なんで必要な話題ですね。でも私気にしてないし今日勝ったしみたいに言って、阪神勝ったぞーって叫んで会場から笑いと歓声が起きます。今日勝ってくれてよかったです。それでこの時にあーちゃんがステージに戻ってくるのですが、右手には551蓬莱の豚まんを持って左手には551蓬莱の紙袋を下げてます。サイちゃんも見て見ぬふりはできないとか言ってあーちゃんに意識が向きます。小畑さんもあーちゃん昨日からずっと今日ステージで肉まん食べるって言ってたっぽーみたいに教えてくれます。
でもまさか袋まで持ってくるとは思わなかったっぽみたいに小本さんが言ったら、あーちゃんが豚まんと紙袋を持ったモデルみたいなポーズをしたので、会場は大笑いになります。小本さんはちょっと呆れた感じで、551のイメージガールにでもなるつもりぽーみたいに言ってましたね。でもミサさんはアイスキャンディーとウイスキーのミニボトルを持ってました。さえちゃんからアイスなんかーいみたいにすくまれてましたね。自由です。それであーちゃんが真ん中のお立ち台に立って豚まんを食べるのですが、上手のお立ち台あたりにいたさえちゃんが臭って本当に臭そうに言って、自分が食べてたらいい匂いなのに人が食べてると臭いんだよねみたいな551の豚まんのあるあるを言ってましたね。小本さんも前回の大阪の時にあーちゃんが豚まんを食べた後マイクで喋ってマイクが臭くなった件を話してくれてました。あとさえちゃんにかじった断面図を見せるなとかも言われてました。あーちゃん最高です。それであーちゃんがお立ち台を降りて上手の奥に引っ込んだのですが、そこでミサさんにも豚まんを食べさせてました。ミサさんは豚まん食べてアイスキャンディー食べてウイスキーを飲むという感じになってたので、小本さんから肉まんとアイスって合うっぽみたいに心配されてました。ミンチョはドラムの椅子に座っておしとやかにアイスキャンディー食べてました。といつもの自由な感じのお給仕とは何の関係もない話で盛り上がってたので、さえちゃんが自由な人たちはほっとこうぜみたいに言ってやっとグッズの紹介に入ります。それでまずはご当地 BB シャツの話になって、さえちゃんが何の色かとかとぼけたことを聞いてきます。小本さんも昨日の縦縞のシャツとか今日の黄色のシャツがたくさんいるフロアの方を見て、ここバンドの会場っぽーみたいに言って、さえちゃんもここ甲子園かとか言って上機嫌でした。で、ご当地 BB シャツについては聞くまでもないので、さえちゃんがはい阪神ですって言って会場から笑いが起きます。で、今日はトラホーって満面の笑みで言ってました。ちなみにトラホーとは阪神が勝ってワンダホーとかヤッホーの方を組み合わせたスラングです。なので阪神勝ったぞみたいな意味ですね。で、さえちゃんがニコニコしながらグッズの紹介はもういいかなとか天の声に怒られそうなことを言ったので、小本さんが慌てて他にもいっぱいありますっぽねとか言ってなんとか続けようとします。で、さえちゃんもツアーの T シャツだけ言うわとか言ってナラティブツライブラリーということで自分たちのことは自分たちで伝えていこうと思ってますみたいに分かるような分からないような説明をしていたと思います。で、雑な感じでさえちゃんがその他は T シャツとかタオルとかバッグとかありますとか外れがないくじもありますみたいに言って思い出したように大当たりのビッグポスターの話になりました。神戸出身ということであーちゃんがメッセージを書いているとのことで、私もゴリラってサインしてるのを紹介してくれてました。それで思い出したようにあーちゃんが今日は入り口のゴリラに会ってきたよって報告してくれます。私が見れなかったやつですね。見たかったです。それでいつの間にかあーちゃんが衣装の前のボタンのようなところに551蓬莱の紙袋をぶら下げるような感じにしていて、さえちゃんが551の CM に出るんじゃないとか関係者の方がいたらあーちゃんを使ってやってくださいみたいに言って会場から笑いが起きてました。本当になったら面白いんですけどね、大阪の CM ならありえますし、あとさえちゃんが551の曲作りたいとかさらに適当なこと言ってました。でも長年続いているあの CM を変えるのは無理だよねみたいな話から、あの関西人なら誰でも知っているある時ない時のやつを紹介してくれます。で、さえちゃんが私たちも画面に映りたい、ガヤでいいからやりたいとか結構本気な感じで言ってましたね。それで脱線した話題をツアーの話題に戻して、ファイナルラウンドは一時抽選受付中ということと、大阪にも帰ってくるので再集合するようにって言ってました。小本さんがまあ今日来てるということは10月も来るっぽねと納得のコメントをしてましたが、確かにそうですね。それで12月7日のツアーファイナルの東京ガーデンシアターはマシマシの気合で行きましょうということで、小本さんも健康に気をつけて体力作りをしておきましょうぽーとか、1日2リットル水分取りましょうぽーとか言って会場から歓声が起きてました。それを受けてさえちゃんが健康的バンドで行きましょうみたいに言って会場から歓声と笑いが起きます。で、こんなもんかなみたいになっていた時に会場から桃源暗記の PV みたいな声が上がって、さえちゃんが見ちゃいましたかみたいに言って、ちょうどお給仕の始まる直前くらいに公開された桃源暗記の PV の話をしてくれます。What is Justice のサビが聴けると言ってましたね。私は MV 公開のことを忘れていて気づいていなかったのですが、どうもさえちゃんが楽屋でフロアの様子をモニターで見てたらスマホで見ている人がいるなっていうのをこそこそ見てましたとか言ってまた笑いが起きてました。見られてるんですね。待ってる時にもっとはしゃいでもいいかもですね。で、小本さんが本当にかっこいい曲っぽみたいに言ったのをさえちゃんが受けて、バンドメイドはこれからもいつも最高点を更新し続けるバンドですみたいにめちゃくちゃ嬉しいことを言ってくれて、会場は大歓声になります。で、さえちゃんが相変わらずご機嫌な感じで、じゃあ小本さん、あなたの必殺技を食らわせてやれよって言って、小本さんの必殺技おまじないタイムになります。
小鳩さんが小鳩のって言って止める感じになっていたので、さえちゃんがおまじないタイムって叫んでステージ上手にはけてきました。これはなかなかレアなことなので得した感じがしました。で、改めて小鳩さんがおまじないタイムって叫んで、小鳩が萌え萌えと言ったらのくだりに入りました。で、初めて来られた方なのかボカーンとしてる顔も見えますが、これがバンドメイドですっぽーみたいに言って笑いと歓声が起きるのですが、これがバンドメイドって言うと怒られるかもっぽーみたいに確かにって思うことを言って、でもこれもバンドメイドのお休日の楽しみでもあるので、疲れやストレスを発散してそのまま持ち帰ってくださいぽーってボケを入れてきて、萌え萌えキュンキュンに突入します。確かにいろいろなものが発散できますよね。持ち帰りが必要ですが。で、萌え萌えキュンキュンに続けて、551とか肉まんって言ったところで天の声が入ったみたいで、小鳩さんが思わず、はいって返事してました。どうも肉まんじゃなくて豚まんだと怒られたみたいです。そうなんです。551は豚まんなんです。ここまでちゃんと小鳩さんの言葉の時は肉まんで、私の言葉の時は豚まんと言っていたのを気づいてもらえましたでしょうか。それで改めて551とか豚まんってやって、ゴリラとかあーちゃんとかやってマイクを置いて生声でバーンメイとか世界征服とかゴリラとかやります。あとバーンにバーンって返してメイでメイって返すやつをやって、ズキュンバキュンドキュンで、今回の小鳩さんの決め台詞とポーズは大阪らしくてなかなか面白くて可愛かったのですが、後で小鳩さんに SNS で言わないようにポーと言明されましたので申し訳ないですが言えません。可愛かったんですけどね。ということで最後小鳩さんの萌え萌えキューンで MC 終わりで大歓声が上がって後半戦開始です。 MC 明けの18曲目はブライテストスターの拡張イントロからスタートです。小鳩さん今日はバッチリでした。しかしこの拡張イントロを弾く小鳩さんを見ると、とてもギター始めて10年そこそことは絶対思えないです。やっぱり師匠がいいのと素質と努力の賜物なんでしょうか。しかも単に上手いだけじゃなくて弾いてる姿がかっこいいんですよね。本当に尊敬します。それでこのブライテストスターですが、音源発売前にお給仕で何度か披露された曲で、お給仕で聴いていた時には見えてこなかった背景が音源聴いて歌詞カードを見たら一気に解像度が上がって隅々まで見えるようになったみたいな感覚を感じた曲です。何言ってるかわからないですね。で、最初見て聴いた時に一番驚いたのが小鳩さんとミンチョの指定ギターソロです。そんなに難しいフレーズではないと思いますが、綺麗にハモってますし、曲にめちゃくちゃ合っていて、いつも2人とも楽しそうに弾くので、本当に見ていても気持ちよくて楽しくなる感じです。あと途中でブレイクしての落ちサビやバッサビで転調したりするところも構成的に素晴らしい曲だと思います。ということで小鳩さんのアゲアゲームで曲終わりとなって大歓声が上がります。続けては19曲目となる Get to the Top です。アルバムのエピックナラティブズの最後に収録されたインスト曲です。アルバムの締めでもあり、1曲目にループさせてつなげる曲ということみたいですが、 EP のアンリッシュで From Now On を最初に持ってきたのと対比して面白いと思っていました。これまでのレポートでも何度かつぶやきましたが、ボーカルが独立してちゃんといるガールズロックバンドでインスト曲持ってる、しかもたくさん持ってるバンドってなかなか珍しいと思うのですが、どうなんでしょうね。しかも秀逸な曲ばかりです。とにかく本当にみんなが主役になれる、まさにロックレディの世界をそのままやっているようでタイムリーに感じます。ということで最後ミンチョが真ん中の歌時代で思いっきりピックスクラッチして曲終わりです。めちゃくちゃかっこよかったです。ここでサイちゃんがステージに戻ってきて、20曲目はなんとプレイでした。昨日の今日で瀬戸り変えてきました。プレイはイントロが秀逸で、盛り上がるイントロとともにお給仕ではみんなが前に出てきて煽ってくるまでがセットになっていると思っています。本当に盛り上がる曲です。A メロ後半のあーちゃんのタムのロールが大好きですね。それでプレイといえばサビのイエイ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 とウォー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 なわけですが、これはミンチョがメロディーとして入れていたのがそのまま歌詞として採用されたというやつですよね。その感性に感服してしまいます。それでお給仕ではここをコール&レスポンスするのが定番なのですが、ここをサイちゃんが歌うのも大好きなので、先日のミリオンロックフェスのリハーサルで初めて聴けて感動しました。通常のお給仕では絶対聴けないですからね。それで珍しく明確なギターソロがない曲でもあるのですが、ミンチョの理由がかっこよすぎて存在感はバッチリあるのがすごいです。今は小鳩さんのセイのバージョンになっていますが、前のオフィシャルライブビデオも大好きで何回見たかわからないくらいです。最後は思いっきりちゃんとしてミンチョの味わい深いソロ的なギターフレーズで曲終わりの大完成となります。続けての21曲目はドミネーションです。現時点でもバンドメイドの代表曲の一つといってもかなりの方に納得してもらえる曲だと思います。
もともとはワールドドミネーションとまさにメイドさんたちの目標そのものの曲名だったようですが、そちらはアルバムタイトルの方に譲った形になったということだったと思います。 YouTube だとミュージックビデオとライブビデオが両方あって、どちらもいいのですが、ライブビデオの方がメジャーな感じですよね。これってなかなか珍しい感じかと思います。いずれにしろ何度も言ってしまっていますが、お給仕で盛り上がるために作られたような曲で、チャントや手拍子やシンガロングやコール&レスポンスがステージと会場を一体化させます。それで今回のドミネーションは会場の盛り上がりに満足してくれたのか、最後にサイちゃんが笑顔でサムズアップしてくれてましたね。盛り上がりすぎた会場の熱を冷ますように、22曲目となるフォービドンテールの美しいサイちゃんのボーカルとミンチョのギターフレーズが始まります。途中からあーちゃんのスネアロールやミサさんの味わい深いベースラインが加わるのもいい感じです。それでこの曲は、ここで次はこういうメロ構成になるだろうという素人考えを全て覆してくれる構成がすごいと思っている曲です。全体が醸し出す雰囲気はハードではなく、どちらかといえば壮大な曲、ちょっと違いますが、クイーンのボヘミアン・ラプソディみたいな感じを受けるのですが、サビと感想、アウトロは完全にハードロックです。初めてお給仕で見て聴いた時は本当にお給仕映えする曲だと感じましたね。それでこの曲の作詞はサイちゃんなのですが、サイちゃんの作詞パターンが少し変わったというか、小鳩さんに比べるとストレートで感情的な感じの歌詞と感じていたのですが、この曲の歌詞はこれまでと少し違うテイストを感じました。そんな素晴らしい歌詞と曲構成と演奏と歌を堪能して、最後サイちゃんのありがとうをもらって曲終わりです。ここでベスティが来て、このツアー唯一の落ち着きタイムになると思いまして、メモにもベスティと書いて待ち構えていたのですが、流れてきたイントロは全然違いました。一瞬何かわからなかったのですが、なんと23曲目はレターズトゥーユーでした。慌ててメモを線で消して、レターズトゥーユーと書き直しました。プレイはこれまでのツアーでやってた曲ですし、セトリに入れてくるのもまだわかるのですが、この曲はツアーでは初なので、いつ練習したんだろうとびっくりしてしまいました。すごいです。それでこれもこれまでのレポートで何度もつぶやいていますが、このレターズトゥーユーは熱いライブハウスでやってくれると、ひとときの癒しというか爽やかな風が吹く感じを受けるんですよね。私的にはミラージュもそうなんですが、今回も実際本当に爽やかな風を感じました。多分エアコンの風をたまたま感じたんだろうとは思いますが、本当に感じたので報告しておきます。こちらとしても手を挙げたりヘドバンしたりもしますが、ゆっくりな感じですので、綺麗な曲で癒されて体力も少し回復できたと思います。曲終わりで歓声が上がる中、サイちゃんのありがとう大阪、盛り上がってるか、たぎってんのかの焚き火で最後の MC スタートです。下手であーちゃんとミサさんが衣装を広げて扇風機の風に当たってました。すごく暑かったんだと思います。ここでさっきのおまじないタイムでの最後の決めの話をするのですが、ここのやりとりもなかなか面白かったのですが、残念ながら言えません。すみません。それでミサさんの開封の儀をやることになって、なぜかサイちゃんの3、2、1でミサーって叫んでミサさんを呼ぶ感じになります。それでサイちゃんが、昨日はビールを開ける音の口真似対決を小鳩対ミサちゃんでやって、ミサちゃんが負けたんだよねみたいに説明してくれて、今日は誰ですかみたいになった時に、ミンチョがやる気満々な感じで、はーいって手を挙げて会場から大歓声が上がります。で、ミサさんとミンチョがストリートファイターの画面のように向かい合ってファイティングポーズをとって揺れています。サイちゃんからもゲームの画面みたいになってるって笑われてましたね。ミンチョもミサさんもノリノリでした。で、先攻後攻を決めるじゃんけんをして、ミンチョが勝って後攻を選ぶのですが、サイちゃんからミサちゃんじゃんけん弱いとか言われてしまいます。確かに昨日も負けてましたし弱いんでしょうね。で、まずは本当にプルトップを開ける音ということで、ミサさんがいつもながら華麗にプルトップを開けて、パカッっていう綺麗な音がエコー付きで会場に響きます。で、先行のミサさんがカーみたいに口真似したのですが、普通にマイクで拾った音でしたので、ミサさんからさっきみたいにエコーをかけてほしいとクレームが入ります。で、会場からの3、2、1の掛け声で改めてエコーのかかったカーを披露してくれます。なかなかいい感じでした。それで高校のミンチョの番になります。ミンチョがお立ち台に立って会場からの3、2、1の掛け声でカーみたいにめちゃくちゃうまい口真似をして会場からは大歓声と拍手です。ミンチョがエントリーナンバー2番かなみですとか言ってましたが、今言うんかーいって突っ込みたくなりました。ミサさんは負けたと思ったみたいで、家でもいっぱいトレーニングしてたのにみたいになってました。可愛いですね。
それで勝敗は会場の拍手の大きさで決めようということになるのですが、小鳩さんだったかさえちゃんだったかが会場のご主人様お嬢様のことを観客とか審査員とか言ってたので笑いが起きてましたね。それでミンチョが前に出てきて、多分昨日はミサさんが小鳩さんに負けて悔しそうにしていたのを見ているので、小声でミサの方にお願いしますねって言ってきます。それを聞いたミサさんが正直にやってほしいみたいに言って笑いが起きてました。それで小鳩さんがミサちゃんの方が良かったと思う人みたいに言って会場から拍手が起きます。私はミンチョの指示通りここで拍手しました。それで今度はサイちゃんがかなみちゃんの方が良かったと思う人で明らかに拍手が大きかったのでミンチョの勝ちとなりました。2連敗したミサさんは悔しすぎて崩れ落ちるような感じになります。ミンチョがだから言ったじゃーんとか言ってきて笑いが起きます。でなぜかミンチョがお立ち台に乗って乾杯って言って思いっきりビールを飲み始めます。さえちゃんがすごいとか言って驚いてましたが、会場からなぜかミンチョコールが起こって小鳩さんが乗せたらダメっぽーとか注意するのですが、ミンチョは乗せられてまたビールを飲みます。大歓声が上がりますが、さえちゃんがこれからラストスパートあるのに大丈夫みたいに心配します。なので小鳩さんがビールを没収してミサさんに渡してました。小鳩さんが結構減ってたっぽーみたいに言ってましたね。さえちゃんもまたかなみちゃんが見れるのかとか、あの時も2日目だった気がするとか言ってました。多分リキッドルームの1日目のことですね。それかもっと昔の話かもです。それでお立ち台にミサさんの汗で手形がついていたらしく、それがあまりにも綺麗についていたので、なんか事件みたいとか言って盛り上がってましたね。で、そろそろラストスパートに行くということで、さえちゃんがまだ前にいたあーちゃんにゴリラさん戻ってもらえますかみたいに言って、ゴリラさんをドラムのところに戻してました。で、ミンチョがあんなにビールを飲むとは思わなかったという話から、さえちゃんがミンチョの真似をして、いつもあれは私じゃないの、もうしないとか、一生ステージでお酒飲まないとか言ってたのにねって教えてくれたのが面白かったです。それでいよいよラストスパートに入るということで、さえちゃんのお前らもついてこないといけないんだぞに歓声が上がって、続けてさえちゃんのいけるかラストスパートそんなもんじゃないだろういけんのかの叫びに大歓声が返ってラストスパートに突入します。ラストスパート最初は24曲目となるアンリッシュですね。初のアニメの MV が話題になってましたが、最近はアニメとのタイアップが立て続けで、メイドさんとアニメの親和性の高さが証明されてきているわけですが、このアンリッシュの MV は自分たちをアニメ化したやつなので特別です。初めて見た時にこんなにアニメ化がしっくりくるロックバンドって他にいるだろうかと思ったのを思い出します。みんなのキャラが立ってるからでしょうかね。作詞は小鳩さんですが、だんだんディディだんだんはさえちゃんアイデアなんですよね。これがあるとないとでは曲の印象というかお給仕の盛り上がり方が全く違う曲になると思いますので、考えついたさえちゃんもナイスですし、それを採用した小鳩さんもさすがだと思います。演奏面ではミサさんのベースがめちゃくちゃ動きが激しくてダイナミックですし、ミンチョのリフもギターソロも複雑でかっこよくて、あーちゃんのドラムも超高速のドラムフィルやためや落ちメロの時のバスドラとか見どころ聞きどころが多すぎる曲でもあると思っています。ちなみに今回のアンリッシュはさえちゃんが腕フリフリダンスをめっちゃ楽しそうにしてたのが印象的でした。25曲目は玉屋です。この曲の歌詞を字で読むととてもハードロックの歌詞とは思えないんですが、実際に聞くとロックなんですよね。さえちゃんすごいです。そういえばエピックナラティブズが発売される時にさえちゃんの作詞の曲がたくさん入っているという情報が先出しでありましたが、この玉屋は曲名見ただけで絶対さえちゃんの作詞だと分かりましたね。それで作詞もですが、曲全体的なものも私的には昭和の良き時代のような雰囲気というか、かっこいいんですけど泥臭い感じというか、とにかく私世代にものすごくハマる曲だと感じています。まあとにかくお給仕での玉屋はステージのメイドさんたちも楽しそうですし、こちらも踊ってジャンプして心も体も目いっぱい楽しむ曲だと思いますし、楽しめる曲だと思います。しかも今回のツアーではソロバトルバージョンということで、ミサさん、ミンチョ、あーちゃん、小鳩さんのソロまで楽しめるという楽しいこと尽くしになっていて、本当にメイドさんたちに感謝です。26曲目はチューズミーですね。イントロの最後で少しスケールから外れるというか不穏な感じになるコード進行が私的には大好きで秀逸だと思っています。あとサビで目に見えない幻想のところを幻想ってサイちゃんが歌うところが好きなご主人様お嬢様は多いはずです。私も大好きです。それでこの曲を給仕でやってくれるときってミンチとミサさんが上手下手入れ替わってくれるので、最前列付近の上手とか下手にいるときには嬉しいんですよね。この日もやってくれてました。それでなんといってもミンチョの2回あるギターソロが私的には大好物です。特に2回目の時のソロは心が揺さぶられるというか、本当に何回見て聴いても感動するんです。
あとこの曲はメイドさんたちにとっても特別な感じなのか、ハリウッド映画ケイトの演奏シーンでも使われましたし、サイちゃんのピアノ弾き語り曲にもなってますし、横浜アリーナでは通常バージョンと弾き語りバージョンの2回入れてくれるという演出でしたし、その通常バージョンの曲は1曲だけ撮影 OK という神演出もしてくれました。でもアルバム曲ではないここのシングル曲という特別な曲に感じています。ということで今回の忍者の心揺さぶられるソロを見て聴いて、最後曲終わりの吹き鳴らしでサイちゃんのありがとう大阪、次がラストの叫びが上がります。このツアーのラスト27曲目を受け持つのはレディートゥーロックです。このツアーの主役と言ってもいい曲だと思います。完全に試験ですが、この曲の特に演奏についてはこれまでの曲とは別格のような凄みを感じます。忍者のイントロやリフやソロとあーちゃんのブラストビートや凄まじいドラムフィルは言うまでもないと思いますが、少し遠慮した的なことを言っていたミサさんのベースも小本さんのバッキングやミニソロもシャウトもコーラスも完全に一皮むけたんじゃないかと感じています。もちろんサイちゃんのあの妖艶なシャウトや、そもそもこの演奏をバックに振り込むだけでよくあのメロディーを歌えるなと思えるリズム感と音感も本当にすごいと思います。音源や MV で見て聴いてもすごいのに、ライブでその何倍もの凄みを与えられる実力も本当に驚愕しますし感動します。私的にこのレディートゥーロックを初めて生で見て聴けたのは荒垣ロックフェスだったわけですが、やってくれるかもと思いつつ、まさか本当にやってくれた時は本当に鳥肌が立った記憶が蘇ります。それでこのツアーでは毎回ラストにこの曲をやってくれるわけですが、メイドさんたちもどんどん演奏や歌が熟成されてきますし、見ているこちら側もノリやシンガロングやダンスなんかも熟成されていって、一緒にこの素晴らしい楽曲を育てていけているようなものすごく嬉しい感覚になります。本当にすごい曲だと思いますし、それを球児でこんなに楽しく見せてくれるメイドさんたちの才能と奉仕の精神に感服します。最後の書き鳴らしでサイちゃんのありがとう大阪、お前ら最高だな、またお会いしましょう、バンドメイドでしたのおたけびが上がって、この日最高の歓声が上がります。書き鳴らしが終わってまだざわつく会場に向けて小本さんのいってらっしゃいませご主人様お嬢様バンドメイドでしたっぽーの締めの挨拶です。このサイちゃんのおたけびから小本さんの可愛い最後の挨拶は本当に最高で、これがないと終われない体になってしまっていることを感じています。逆にアンコールがなくてこうやってちゃんと終わるのが私的には大好きです。それでお給仕終わりの達成感というか満足感をお互い感じる中、サイちゃんはずっと満面の笑みで両手を振ってくれてますし、その横でピック投げも始まって最後の余韻に浸りながらステージのメイドさんたちがはけるのを見送ります。最後あーちゃんがゴリラのポーズをしながら挨拶してステージの下手にはけていくときは四つん這いみたいにしてはけていったのが最高でした。ゴリラホール大阪デイ2すごかったです。暑かったです。楽しかったです。大汗をかきながら大好きなスポーツをやり終えた後のような心地よい疲労感と満足感に満たされます。年取ってからこの感覚を味わえるとは思っていませんでした。本当に楽しくて気持ちいいです。それで今回は事前にドリンク交換していませんでしたので、交換しようと思ったらかなり混んでいたので待ってたら、知り合いの名手様からの2階が空いているという情報で2階へ行くと確かに空いています。しかもクリームソーダとか変わったものもありましたのでそれにしました。ちゃんとしたクリームソーダでめっちゃ美味しかったです。ゴリラホール最高です。恒例のサイちゃんのポストは大阪2日目今日もありがとう、最高に最高で最高だった、大阪さすがすぎるだろう、たぎった、本当にありがとうございました、出し切りました、受け取ってくれたかな、また会おうや、ハッシュタグバンドメイドで感想ください、お気に入りポイントとかも教えてよ、カモンでしたね。地元大阪褒めてもらえて嬉しいです。レディートゥーロックの小畑さんのシャウトにあるたぎるがサイちゃんのマイブームなんでしょうかね。確かにたぎりましたし、最高に最高で最高なお給仕でしたし、こちらも出し切りました。私の次のお給仕帰宅は1週間後のバンドメイドツアー2025ファーストラウンドファイナルとなる仙台ギグスです。今年フェスで仙台へ行きましたが、仙台でのワンマンお給仕帰宅は私的には初になります。またまた旅行気分も加わる遠征お給仕ですごく楽しみです。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。